電車を改造して教室にしたところで勉強したりしました。あ、紙芝居ってわからないか。わかるよ。わかる憲法ができて先生がこれはいい憲法だよって言われたのは今でも記憶に残ってるの。あと戦後何があったでしょう。おばあちゃんよく喋るのに喋るのにね、くだらないこと喋るのに皆さんこんにちは。前回は戦争中の話を少ししてもらって、今回は祖母に戦後の話をしてもらいますってことで、はい、戦後は日本中の人がみんな飢えに苦しんでまして、東京とか都会の人たちは食べるものがないので、自分の地に焼け残った着物でも何でもあるものを持って地方に行ってお米なり野菜なりと変えていました。でもそれは闇といって取り締まりがあって、運悪く警察に見つかると取り上げたりられたりして大変でした。私は小学校3年から小学校5年まで2年から5年まで田舎に住んでまして、6年になる時東京へ帰ることになりました。その時にランドセルにお米をいっぱい入れてそれを負わされて帰ってきました。普通みんなお米を持ってくる時は見つからないように体に巻きつけたりなんかしてるんですけれど、子供だからランドセルまでは調べないだろうということで、いっぱいお米をそこに入れられて重く背負ってたのを覚えています。で、東京へ帰ってきてからも田舎にいる時はお米でも何でも食べられたのに、東京へ帰ってきてからお米がないものでパンなんか自分で焼いて食べました。で、パンに入れるものはアメリカ軍がくださったさつまいもの水煮とかを入れました。その水煮は嘘か本当か分かりませんけれど、米国の家畜の餌だとかっていう噂も聞きました。でもそれで助かったんですよね。お砂糖も何にもない、たださつまいもを入れて黒い粉で自分の家で鉄板で焼いてました。小学校へ入った時は40人ぐらいのクラスだったんですね。それがだんだんみんな疎開から戻ってきて増えまして、最終的には83人になりました。で、先生が2クラスにしようかって言ったけれど、小学校6年だから思い出だから83人でいいって子どもたちが言いまして、一部屋に83人、先生が教えるのに歩き回るとこもなく、本当に狭いところに大勢入って勉強したり、電車を改造して教室にしたところで勉強したりしました。それから田舎にいた時の話なんですけれど、田舎にいた時隣のうちに結核の人がいました。で、結核の人もその頃薬がなかなか手に入らないので、蛇が体にいいと言われて、男の子たちに蛇を捕まえてきたらおだちにあげるよと言って、私のお友達なんか一生懸命池のそばで蛇を捕まえてはそこのうちに持って行ってました。給食としてアメリカ軍が下したララ物資の牛乳が配給されました。何の牛乳？ララ物資って言って、なんかアメリカからいただいた牛乳。みんなはまずいと言いましたけれど、我が家は貧乏だったし、お昼ご飯も少なかったので、その牛乳を楽しみに飲んでたことも思い出します。だからアメリカ軍があの頃ララ物資をくださったので、今の私の元気なのかも分かりません。アルバイトをしました。というのはうちの近所に紙芝居屋のおじさんがおりまして、そのおじさんが進駐軍から古いチョコレートをいっぱい仕入れてきました。そのチョコレートにはカビが生えてるんです。銀紙を剥いてカビを落として、その
落としたチョコレートをそのおじさんは煮て形にして紙芝居で売ってました。あ、紙芝居ってわからないか。わかるよ。わかるその頃小学校6年の夏に確かその頃台風にはアメリカの女性の名前をつけてまして、規定台風っていう台風がありました。規定台風という台風がありました。それは私の住んでたところは下町だったもので、荒川の放水路かなんかから増水して床上1メーターぐらいまで増水しまして、2週間ほど近くにある工場で避難しました。その時私の住んでるところには大きい金魚の養殖場がありまして、その養殖場が溢れちゃったもので、町中の水と水の中に金魚がふらふら泳いでまして、みんなでイカダみたいに板を組んで、それに乗って男の子も女の子も金魚すくいをして遊んだことがあります。もちろん俺学校行けなかったからだからその頃砂町のうちにはどこのうちも金魚がいっぱい泳いでました。あとさ、その頃の日本人ってアメリカ軍をどう思ってたの？アメリカ軍に占拠されてたよね、ほとんど。ああ、それは記憶ない、わからない。ただ近所にね、アメリカ軍のところで働いてる方がいられて、そこのうちがうちよりはとっても羨ましいような生活をしていたアメリカ軍どう思ってたんだろう。あんまり見てないんだわ。かえって小田原の方がアメリカ軍の人が御殿場に行くから、結構おじいちゃんなんかは駅でアメリカの人があって、東京行くのはどっち行ったらいいんですかなんて聞かれたってことを話してる。へえ。私はアメリカ軍のあまり知らないね。憲法ができたんだよね。小学校何年だか分かんないけど憲法ができて、その時に先生がこれはいい憲法だよって言われたのはすごくずっとね、今でも記憶に残ってるの。もうこれから絶対戦争ができない憲法だから、この憲法はとってもいい憲法なんだよっていう。だからなんだかわかんないけど、私はいまだに憲法改正には大反対多分その先生がなんかいろいろ話してくださったんでしょうけどね、それがやっぱり残ってんですよね。憲法ってアメリカの手もかかってたよね、確か。というけれどね、でもだから言ってたのか、本当にそう思ってたのかっていうのは分からない。あれかわかんないけどね、なんかね、戦争はもうしないんだよってことでね、その記憶に残ってんですよね。お風呂がね、その頃うちの近くには2軒しかなくて、結構大変だったの。そしたら父がね、工場でね、ドラム缶って知ってる？大きいの、あれにお湯沸かしてくれてね、入りに行って、そうすると石鹸がないんですよ。そうすると父がなんかクジラの油かなんかを煮詰めて黒い石鹸を作ってくれてそれでね、お風呂に入った。その時は捕鯨全然 OK だったんだよね。ああ、そうだね。なんかクジラはね、結構食べた。うちにはその頃ラジオが1台しかなかったの。で、姉と2人で秋葉原行って、あれはもうちょっと大きくなってからかな。秋葉原行って部品買ってきて、6級スーパーのラジオ自分たち2人で作ったのを教わって、それで外国の音楽を聴くのが楽しみだった。その頃向こうの音楽ね、ジャズなのかな、なんかフランク・シナトラとかそういう古い人のね聞こえてね、嬉しかった。戦後はとにかく食べるものがなかった。貴重な話をありがとう、おばあちゃん
ダメだダメだ。見てくださってありがとうございました。どうもまた何次のもできビデオで。なくてすいません。いやいや、どうもあすいません。りがとうございました。どうも